辺野古沖の船転覆事故、解説をお願いいたします。とても痛ましい事故ですか。いやだから、起こりうるよねという気はしてたんですよね。もともとその辺野古の基地の前で違法な形で建設を反対運動をしている人たちがいて、道路の不法占拠とかをやっていて、本来であれば道路の不法占拠違法だよねとか、道路の真ん中で抗議活動するっていうのは道路交通違反ですよねっていうのがあって、でもそれをその沖縄県としては不問にするというのをやっていた結果、違法行為でも許容する状態になってしまったので、なので自分たちは法律を守らなくても許される存在なのであるっていう、ちょっとしたスーパーマン的な感覚になってたと思うんですよね。で、その結果、抗議運動をしているおばちゃんを守ろうとした警備員の人がトラックに巻き込まれて亡くなってしまうという事故がありました。そのおばちゃんがやった行為というのは、その抗議運動を止めようとした警備員が死んだ。で、その死んだのは警備会社が悪いのであるって言って、警備会社を訴えたんですよね。ちょっと僕意味わかんないんですけど、これ説明してても意味がわかんないんですけど、警備会社がいたから警備員が死んだ。だから私が訴えるみたいな。いやいや、あなた、警備員のおかげで死ななくて済んだんですよね。なんですけど、警備員のおかげで命を守られて、警備員は命を失ったんですけど、なぜかやった行為は、警備会社に感謝をするとか、遺族に対して謝るとかではなく、警備会社を訴える。で、この時点でもうちょっとなんか、合理的な判断とかができない方が運動をされてるんだなというふうに僕は認識したんですよ。で、ただ、これを、運動を支援している人たちは責めなかったんですよね。その行動はさすがにおかしいよとか、警備会社を訴えるとか、さすがに意味わからんよってならなかったんですよ。で、結果として、そもそも登録をしなければ人を乗せてはいけないというところ登録をしませんでした。お金を受け取ってないって言ってたのは嘘でした。お金を受け取ってました。なので、お金を受け取って人を乗せるという時点でもう違法行為なんですよね。登録をしてないので。でもそれを分かっていながらみんな知らないふりをして、で、結局違法行為をしたとしても自分たちは許されるんだっていう多分特権意識があったと思うんですよね。実際その波も強かったので、そもそもじゃあ出港してはいけませんという波だったんですけど、でもその毎回毎回海上保安庁とかが来て、追っかけっこをやってるらしいんですけど、海上保安庁が出ないでください、行かないでくださいっていうのを振り切っていくっていうのをやってるんですよね。でこれもやっぱり自分たちは特権階級だから、海上保安庁に言われたとしても、仕方していいよねっていう感覚になっちゃってたと思うんですよ。海上保安庁がやってたことというのは、やっぱり危険なことを止めて人命を守るというのをやろうとしてたんですよ。でも自分たちは特権階級なので、こいつらの命令に従う必要ないよね。で、本来海上保安庁は抗議をしている人たちも含めて命を守ろうとしてたんですけど、でもそれに従わなかった結果、2人亡くなったんですよね。この状態で、やっぱり特権階級にしているのがまずいよね。違法行為というのは人の命を、なぜ違法なのかというと、安全ではないから違法なわけで、道路交通法というのは人の安全を守るためにあるんですよね。なので、道路交通法でもやっぱ守らなきゃいけないし、海上保安庁が言った命令にも従わないと事故が起きますよ。なので、これからじゃあ海上保安庁ということに従いましょうとか、道路交通法に違反していた警察官の指示に従いましょうっていうふうになるかっていうと、なってないんですよ。すげえなーと思って。人でも自分たちが特権階級であるというのを失わないっていう、もう多分合理的な話し合いとかをするのは無理なんだと思うんですよね。高校生の方が亡くなってて、亡くなったことに対して活動家の方が、辺野古の基地を守るというのが本望だったと思う。辺野古の自然を守るのが本望だと思うみたいなことを勝手に言ってるんですけど、単に沖縄で水族館に行ったり沖縄旅行したかっただけの女子高生だったっぽいですよね。遺族の方がノートで書いてるんですけど、割と優秀な方だったらしく、ハーバード大学の留学コースというか学生が行って勉強できるコースみたいなのでもそれなりに賞をもらったらしくて、なので将来的にも結構優秀な方だったと思うんですけど、残念ながら辺野古のコースというのを選んでしまい、で、結果としてそういうことに巻き込まれて亡くなってしまったっていうのが、違法行為をやってもいいよね、俺たちっていう、ある種暴力団と同じ存在だと思うんですよね。暴力団の人たちっていうのも、俺たちは俺たちのルールでやるから、法律よりも俺たちのルールというのを尊重するとか優先しますと。なので、日本の法律を破ったとしても、俺たちの中ではこれは当然だよと。っていうのでいくと、あれ、この人たち暴力団と何が違うんだろうっていうのが僕の中でちょっとわからないので、なので、よく支援できるよねっていう気がするんですよね。未だになんか沖縄のその
基地抗議運動を支持している人たちとかいるんですけど、人をすのが当然だと思ってる人たちを支持するってどういう気持ちなんだろうっていう。あなた方が支持してるおかげで、彼ら彼女らは自分たちが特権階級で法を守らなくていいと思って、警備員の人し、今回女子高生を殺しましたと。これ続いたらまた被害者出ると思うんですけど、まあね、責任とかを考えない人がやるんじゃないかなと思いますけどね。どこで修学旅行の女子高生が講義船乗り死亡するという痛ましい事故が起きました。自分も28年くらい前、修学旅行で中国に行った際に、抗日記念館に連れて行かれました。今でも忘れません。朝日新聞の100人切りの記事を見て、そんなバカなと判断があったら、それを見ていた社会科の松村に仕事がも怒られました。国語文集を作る際、自分は中国の住所の漢字表記を調べた作文を書きましたが、学年の半分以上は抗日記念館のことを書き、無事に反日的な文章が出来上がりました。割とそういうね、教育を学校がやってしまうっていうことはあんまりよろしくないと思うんですけどね。今回もその同志社の学校自体がそういうことを進めてしまったっていうので、教育機関として中立の立場に立たないというのは僕はよろしくないと思うんですけど、これに関して文科省が何かするって話もなってないので、なので僕は文科省はペナルティをちゃんと出した方がいいんじゃないかなと思ってますけどね。別にこれでペナルティなかったとしたら、修学旅行先を政治活動に使ってもいいってことになっちゃうので。沖縄では基地について賛成反対ではなく容認反対、いろいろな要素を踏まえて容認という選択をした県民の思いを踏みにじっているのは反対活動家と県内西。沖縄の新聞が割とその左側に寄っているというのがあって、沖縄の新聞を見てると基地に反対している人がめちゃめちゃ多いというふうに見えるんですけど、でもその地元の人の中にはそれなりに容認の人がいるっていうのが、ただそこが可視化されないんですよね。なので本土の人が沖縄の人たちっていうのは自分は容認だよねとか賛成だよねって言いづらいというのがあるので、本土の人たちって沖縄どうなのって考えると沖縄西が報道しているものを見がちなんですよ。なので沖縄の人たちってすごい反対してて基地なくなってほしいと思ってるのに、そんなことができないんだかわいそうって言って本土の人たちが行くみたいな、そのパターンが多いんじゃないかなっていう気がしてます。はい、現地の若い人たちとたまたま話をしたんですけど、顔バレするのが嫌だからその動画を使ってほしくないっていうのは安倍プラの方に言われたんですけど、現地の若い人たちが言ってたのは、沖縄の未来って言ってるけど本当に未来を気にしてるんだったら道路止めるのやめてほしいって言ってたんですよね。結局沖縄高専っていうところがその辺野古の基地の先にあるんですけど、道路止められると普通だったらバスで学校に間に合うところが遅刻するんですよ。いつもだったらこの時間にトラック止められるからちょっと早めにバス乗りますっていうのがあっても、やっぱり道路の状況でその間に合わなくて道路でトラック止めてるところに引っかかっちゃったりするんですよ。そうすると結局そこで20分待たされるので、結果として授業遅刻になりますみたいなのがあって、反対するのは全然いいんですけど道路止めるのやめてほしいんですよねって言ってて、そりゃそうだよねっていうふうに思ったんですよね。反対派のトラック止めてる人たちの言い分としては、15分でも20分でも止めることによって工事が遅れるという主張をしてるんですけど、別に工事の進行とは全く関係ないんですよね。20分遅れましたって言ってトラックが入って砂バーってやって、それで別にその砂全部置き終わった後なので、結果としてその日にやらなきゃいけない作業は全部終わってるんですよ。最後の便が15時なので30分遅れて15時半に入ったとしても、それで砂捨てる砂を入れるっていうのはできるよねっていう、そういう予定の構成をしてるので、毎回10分15分を遅らせるというところで工事の納期自体に影響はほぼないんですよ。でただ工事が遅れた場合の言い訳に使われるんですよ。普通に考えたら納期が遅れないようなスケジュールで入れてるんですけど、辺野古の基地をもともとじゃあこの期間で埋め立てれば基地作れるよねって言われてたんですけど、地盤が柔らかいところが見つかってしまったので、結果としていつ工事が終わるかわからないという状況になってるんですよ。なのでそれで納期多分伸びるんですけど、だから納期伸びたじゃねえかっていうので文句を言う、そのカードがもともと地元民にあったはずなんですけど、毎回15分とかを止めるやつらがいるからあのせいで納期が伸びたんだよって言われると、いやいやそんなことないですとも言えないんですよ。なので工事の納期が遅れるための言い訳を一生懸命与えてらっしゃる方々だと思うんですよね。地元の高校生はトラック止められることに困ってるっていう、で渋滞するからめんどくせえって地元の人も思ってるとっていう状況なので、果たしてあれは誰のためなのっていうのがよくわかんないですよね。反対運動を続けているという自分たちの価値観っていうのをそのまま残したいっていう自己満足が割と強いんじゃないかなと思うんですよね。米軍基地問題について沖縄では日米の境目が曖昧なのは現実である。右翼は米軍基地は必要だと声高に言う。基地や日米安保が17を借りきているが、基地負担の分散軽減や地域拠点の問題を認めるき、交通事故をなくそうとの話を、じゃあお前車出して暮らそうなと論理をすり替えてる。割と僕もそう思うんですけど、沖縄基地の問題を日本全体の問題として僕は話をするべきだよねっていうのを多分何回か言ってるんですよね。
日米地位協定によって、じゃあ沖縄が割と不利な立場になってますっていうのがあるように、東京都も米軍に基地というか六本木のところのヘリポートとかを取られてて、東京上空っていうのは米軍の許可がないと飛べないっていう状態だったりするので、東京大阪に行く飛行機っていうのはあえてその海側を回ったりするんですよね。羽田空港から直接大阪に行くと確か20分で行った記録があるんですよ。でも今は東京の真上が通れないので、ぐるぐる回りながら上昇して、でその後こう行くか、もしくは太平洋側を回るかみたいな形ですげえ時間かかるんですよね、わざと。米軍に前もって言って許可を取れば一応通れるんですけど、毎回それやるのも大変だよねっていうので、東京の上空というのは米軍に乗っ取られてますよと。それって不便だよねっていうので、その沖縄と東京の人たちっていうのはそういう不便を強いられてるの良くないよねっていうので、僕は共闘できるんじゃないかと思ってはいるんですよ。山口県とかも米軍基地あったんですけど、そこの制空権っていうのはもともとアメリカがあったんだけど、お前らいらねえだろって言って日本側が制空権を持つようにしたっていう歴史もあるんですよ。なので沖縄の地位協定もこれ良くないよねとか、東京の上空飛べないっていうのもこれ良くないよねっていうのを日本全体の問題としてきちんと話し合うべきだという方向に持ってった方がいいと思うんですけど、沖縄のことが分かんないやつは沖縄に口を出すべきではないとか、沖縄の歴史が分かんないやつが語るのは良くないみたいな感じで、関係者以外は沖縄問題を語るなという形にしちゃってるんですよね。結果として沖縄以外の人だって、あ、俺たち関係者じゃねえやっていうことになって、沖縄なんか知ったこっちゃねえやっていうことになっちゃうんですよ。99% の日本人は沖縄人じゃないんですよ。沖縄に住んでる人って100万人しかいないので、なのでその日本人全体の問題だよねって言って国会に上げて、国会の中で日米地位協定をどうするかって話し合いをするんだったらまだ進む可能性があるんですけど、99% の沖縄の人たちは関係ないんだって沖縄の人たちに言われちゃうと、じゃあ国会でやるべき問題でないよね、沖縄県だけで勝手にやってくださいっていうことになっちゃうと。沖縄県の沖縄県知事のデニーさんは米軍基地どうにかしたいよねって言ってる派なんですけど、名護市の市長とか基地容認派の人が勝っちゃったりしてるので、沖縄の中でも割とその基地容認派と基地反対派で拮抗しちゃったり、今の状況で名護でいくと基地反対派よりも基地擁護派というか、基地そのままでいいんじゃねと思ってる派が勝っちゃってるっていう状態だったりするので、沖縄から離れたところで見ると、沖縄の中でも意見固まってないんだから、あんまり沖縄詳しく知らないことに首突っ込むなって言うから、じゃあ首突っ込みませんっていう状況で、そのままの状況が固定化されるっていうのになるので、作戦ミスなんじゃねえかなと僕は思ってますけどね。地位協定をなんとかしたいと思ってる人たちの作戦ミスっていう意味ですね。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。